はい、ひろはすです。今回はゲームクリエイターになるにあたって、就職してゲーム作るのがいいのか、それとも個人でゲームを作っていくのがいいのかっていうので、どっちがいいのかっていうのを、解説したいと思います。結論から言うと、どっちもメリット、デメリットあって、人によるって感じですかね。そういう、なんですかね、才能っていう言葉はあんま好きじゃないんですけど、そのタイプによるって感じですかね。なので、どういう人が就職に向いてるとか、独立に向いてるっていうのを、それぞれのね、メリット、デメリットを解説していきながらお話ししていきたいと思います。これね、両方にね、良さ、悪さあるんですけど、僕の場合、このサラリーマンとしてもう10年ぐらいやってますし、独立しても10年以上やってるんですよ。なので、両方のメリット、デメリットね、よくわかってると、自分では思ってますので、その解説していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。まず、就職する場合ですね。この場合、メリットとしては、もう安定した収入が得られる、プロの現場で技術を学べる、有名タイトルに携われると。こんな感じですかね。とりあえずね、もうこの独立してる人とかフリーでやってる人はわかると思うんですけど、この毎月ね、安定して同じ額お金がもらえるっていうのはもうかなりありがたいんですよね。もう、その独立するともう来月収入がなくなるとかも全然あり得る話なんで。なので、これはね、すごいメリットですね。給料で毎月もらえると。それがね、だからめちゃくちゃ活躍した月だったり、もしくはもうすごい失敗しちゃって、全然活躍できなかった月っていうのでも、同じ給料もらえるわけですから。これはね、本当にね、ありがたいっていう感じですかね。プロの現場でやると全然ね違うんですよ。やっぱり先輩とか同僚とかと切磋琢磨してね、すぐね教えてもらえたりするし、やっぱ成長速度は全然違いますね。就職してる時の方が全然いいと思います。で、デメリットなんですけど、一つに、拘束時間が長い。二つ目、若いうちにちょっとお金持ちになるのは不可能。で、三つ目、嫌いな人と付き合わないといけないと。いうことで、とりあえずね、ゲームの会社って基本的に拘束時間は長いですね。いろんなね、知り合いいっぱいいるんですけど、もう俺全然定時で帰れてるわ、とか、残業とか全然しないけどね、みたいな言ってる人ね、ほとんど聞いたことないですし、そういうこと言ってる人の会社ね、大体潰れるんですよね。なので、ほぼほぼね、ゲーム会社っていうのはもう全社ね、デスマーチしてると思ってください。で、あと若いうちにお金持ちにはもうなれないっていうのは、給料って高い会社もあるんですよ、もちろんね。任天堂とかはもうめちゃくちゃ給料高いし、残業手当ももう15分単位とかで出るんじゃなかったかな。で、終電乗り過ごしたタクシー代とかも確か出てたと思うんで、そういうね、お金出してくれる会社っていうのもあるんですけど、任天堂のね、社長さんで、2億ぐらいなんですよ、年収がね。そこまでいったらすごいですよね。でも部長職だともう平均が1500万ぐらいらしくて、1500万ってね、もう税金で400万ぐらい取られるし、それでね、残ったお金はね、ほとんど貯金していったとしても、やっぱりそんな何億って資産を作ることは、できないんじゃないかなと思うんですよね。でも順当にね、めちゃくちゃ出世して社長とかまで行けたら、それなりのお金持ちにはなれると。なれるんですけど、さすがにね、もう30代とかではなれないと思うんで、若いうちにお金持ちになれるっていうことは、ほぼ不可能かなと思います。で、嫌いな人とも付き合わなければならないっていうのは、これね、全部そうだと思うんですけどね、会社勤めしてたら、もう絶対になんだこいつっていうようなやつだともう、やっぱりね、ちょっと付き合っていかないといけないんですよ。これがね、個人だと、もう嫌いな人はもうブロックして全然いいんで、生きていけるんですよ、それでも全然。なので僕の場合で、そのサラリーマンを辞めたのはもうこれが一番でかいですね。もうどうしても嫌だっていう、もう会いたくないっていう人に毎日会わないといけないっていうのがもう苦痛で仕方がなかったんで。なのでそこはね、ちょっとね、デメリットだと思いますね。次に、個人開発する場合のメリット、デメリットです。で、メリットとしては、好きなゲームを作れる。スケジュールは自由に調整できる。人間関係をコントロールできる。ということで、これね、就職した場合の反対になってるというか、感じなんですけど、メリットとしてはもうやっぱりね、自分の作りたいゲームが作れるっていうね、
構もう一番のメリットだと思うんですよね。就職したらまあほぼ不可能なんですよ。もうめちゃくちゃ出世したらいけると思うんですけど、まあ基本的に、まあ20代では不可能かなと思いますね。まあ社内コンペとかね、やってるとこもあるんですけど、まあなかなかチャンスは来ないんじゃないかなと思いますね。まあでも、もしね、まあ自分が好きな会社に入って、例えばね、まあ、ファイナルファンタジーが作りたいとかだったら、まあさすがにね、まあ、個人では絶対作れないじゃないですか。それで、まあ、机に就職するしかないんですよ。なので、まあ、メリットでもあるんですけど、このデメリットでもあるというか、まあ自分の好きなキャラクターがいて、そのキャラのゲームを作りたいっていうんだったら、どっかそういう会社に就職するしかないですね。個人では無理です。まあでもその自分のね、考えたオリジナルのゲームっていうのをもういくらでも作れるっていうのはすごいメリットですね。で、スケジュールを自由に調整できるっていうのはもうこれはもう個人なんで当たり前なんですけど、もう働きたい時に働いて、働きたくない時は休めるんですよ。まあお金がない時にそんなことしたらダメなんですけど、まあ僕もお金がない時はむちゃくちゃ働いてたんですけどね、まあね、夜の方が集中できる人とかいるじゃないですか。そういう人がね、まあ夕方に起きてきて朝まで働いて、朝から寝て夕方まで寝るみたいなことも全然ね、やっていいんですよ。誰にも迷惑かけないんで。なのでね、まあかなり自由な感じに。そうですね。だから、まあ1ヶ月ぐらいの続けで働いて1週間ずっと休むとか、そんなこともできますし、まあかなり自由に設定できる。というのはメリットですね。で、人間関係をコントロールできるっていうのは、もうこれはもうね、まあ嫌なやつとね、会わなくていいと。そんなやつはね、もう全員ブロックしてね、平和に過ごせるわけですよ。これはもう大きなメリットですね。まあ、次にデメリットですね。作れる規模に限界がある。収入が不安定。技術を独学で習得する必要があると。この3つですね。これが何かって言いますと、まあ、作れる規模ね、まあ、やっぱね、限界あるんですよ。一人ってなってくると、もうさすがにね、まあ、オープンワールドのゲームとかできないわけですよ。まあ、頑張ったら作れるかもしれないんですけど、すごい年数かかりますよね。まあ、ファイナルファンタジーみたいな美しいグラフィックのゲームを作りたいっていうのも、まあ、できなくはないんですけど、すごい時間がかかっちゃうんですね。なので、まあ、ある程度人をもし雇ったとしても、限界はありますね。まあ、なので、ある程度は妥協して作っていくことになります。次に収入が不安定。これはもう本当に不安定ですね。今月めちゃくちゃ稼いだぞ、やったって思っても次の月に収入が半分になってるとか全然ありますし、やっぱりね、人間ってね、収入がね、安定してないと、精神もね、不安定になっていくんですよ。なので、かなりね、ちょっとメンタル強い人じゃないと厳しいと思いますね。その代わり、むちゃくちゃ跳ねる時もあるんですよ。会社で作った場合、めちゃくちゃヒットしても、まあちょっとボーナスは出るんですけど、そんなね、もう何億って入ってくるとかないんですよね。僕がね、サラリーマン時代にね、作ったゲームで700万本ぐらい売れたゲームがあるんですよ。700万本ってすごくないですか？8000円ぐらいのゲームがですね、700万本売れてるわけですよ。むちゃくちゃな額稼いでるじゃないですか。それでね、僕がもらったボーナスいくらだと思います？これがね、確かね、2万5千円ぐらいですね。もう当時ね、Wii がね、2万5千円ぐらいだったんで、1Wii ってずっと言ってましたね、友達に。ボーナスすげえ出たんだよ、1Wii みたいなね、ずっと言ってました。それがね、個人でもし作ってて、それぐらい売れたら、ほぼほぼ自分のものですから、えらいことになりますよね。ということで、次に技術を独学で習得する必要があると。いうことで、これがね、意外にね、辛いんですよ、これがね。もうね、やっぱりね、相談する相手が一人もいないっていうのはね、結構厳しくてね、割とね、根性いりますね。でも今は、まあ、ネットで調べればね、いくらでも情報出てくるんで、よっぽどマニアックなゲームエンジン使ってたりとかしない限りは、まあ、そんなに困らんかなっていうのもありますね。まあ、あとは、勉強会とかもいっぱいあるんですよ、世の中に。なので、そういうのに参加してみたりとかすれば、そういう、まあ、個人でやってるような仲間ができたりもするので、ある程度は補えるんですけど、まあ、やっぱりちょっと会社でやってるよりは、ちょっとそこは弱点になっちゃうのかもしれないですね。ということで、まあ、結構雑なんですけど、まとめると、まあ、精神が強い人は独立してやったらいいと思うんですけど、もうちょっとね、根性に自信がない人はですね、就職した方が絶対いいんじゃないかなと思います。まあ、あと、どっちかは絶対選ばないといけないっていうことはなくて、ゲーム会社に就職して働きながら、副業で自分のゲームを作っていくっていうパターンもあるんですよ。僕が実際それ、サラリーマン時代の後半はそうしてたんで、
なのでそういうパターンもあります。あとは個人で開発しながら、企業から案件をもらうというか、受託開発みたいなのをちょっとずつ入れて、それで収入を安定させるっていう手もあるので、自分の特性というか、受け入れられるメリット、デメリット考えていただいて、自分に合う方法を選んでいただければなと思っています。最後までご視聴ありがとうございます。またゲーム会社に就職する方法とか、そういう採用されやすい履歴書とかポートフォリオの作り方だったりとか、そういう動画も公開していこうかなと思ってますし、また個人でやる方法とか、どうやって独立したらいいのかとか、序盤はどういう風に稼いでいったらいいのかとか、そういうのもね、お話しできればなと思っていますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。